天才小説家 JT リロイをご存知だろうか。若干18歳で出版した小説は各国で大ベストセラー。さらにその美しい外見と壮絶な過去が話題となり、世界中のメディアに登場した彼。しかし2006年、あることがきっかけで JT リロイが世界中を騙していたことが明らかに。全世界を欺いた天才小説家の悲しき真相とは。はい、どうもアルゴメトリーのケンちゃんです。ザ・美少女やみやみこです。というわけでね、今回は全世界が騙されたある事件をご紹介します。20世紀最大の文学スキャンダルと言われる JT リロイ事件をご紹介していきたいと思います。時代を彩るアイコンとしてアングラ界のスターともてはやされた天才小説家。しかしたった一つの記事がきっかけで、この JT リロイに隠された衝撃の事実が明らかになっているんです。若くして世界中の話題をかっさらった天才小説家 JT リロイ。6年もの間世界中を騙し続けた美少年に隠された真実とは。天才小説家 JT リロイ。今から約20年前の2000年アメリカ。ここで小説サラ、神に背いた少年が出版されたんです。この小説は発売後間もなくアメリカ全土をはじめ各国でベストセラーを記録。世界的な大ヒット小説となるんです。その小説の内容とは、アメリカの田舎町で生まれた少年が母親の愛を求め女装をしてサラという偽名で体を売るようになるというものなんです。そんな小説の著者は当時無名の18歳 JT リロイという少年だったんです。しかしなぜ無名の新人のデビュー作、しかも万人には受け入れがたいような壮絶な内容の小説がベストセラーになったのでしょうか。その理由は、この作品が実は JT リロイの自伝だったからなんです。ベストセラーになるぐらいの半生、その全貌はどのようなものだったのでしょうか。リロイは1980年にアメリカウエストバージニア州で生まれます。しかし幼い頃からその人生は壮絶。なんと5歳の時に誘拐されて暴力を受けて育ち、さらには腹部を切り落とされ、11歳には女装の男娼として身売りを始めたんです。そして14歳にもなるとついに違法薬物に手を出し、16歳では精神を病んで入院するというあまりにも過酷な生い立ちだったんです。いや、壮絶すぎ。この衝撃的な生い立ちを持つ無名少年作家の自伝小説に世界中が心を揺さぶられたんです。リロイの魅力はその生い立ちだけではありませんでした。シャイだったリロイは公式な場所に出るときはいつも金髪のカツラとサングラスをつけて登場したんです。そしてそんなリロイのマネージャーとしていつもスピーディーというイギリス人女性が彼の世話をしていました。リロイのそのミステリアスな雰囲気に魅力を感じるファンが急増。それも相まって人気は急上昇し、世界中の人がリロイに引き寄せられていったんです。さらにリロイは当時違法薬物中毒のホームレスで HIV 感染者だとも発表されていたんです。そしてその才能を守るため、世界的歌手マドンナや女優ウィノナ・ライダーといった数多くのセレブリティたちがリロイのサポートを申し出るほどだったんです。すごい世界的スター揃いよ。その勢いのまま2001年に発売された2作目となるサラ、偽りの祈りも大ヒット。世界的なベストセラーになったんです。この小説は1作目サラ、神に背いた少年の続編として違法薬物中毒の娼婦である母親やその母の恋人たちから虐待を受けた少年の物語なんです。実の母親によって里親の両親から4歳の時に連れ戻されたはいいものの、次第に育児や母親の力、生活のためにを強要させられるという悲劇が綴られているんです。小説のヒットに伴い2004年にアーシア・アルジェント監督、脚本、主演によって映画化され、日本を含め全世界で公開されています。これね、日本でもベストセラーになったんです。さらにこのリロイ作品の世界的ヒットをきっかけにするかのように、若くてルックスのいい女性が自らのすさんだ過去を振り返る回顧録や詩小説のブームが始まったと言われているんです。ブームまで作っちゃうってすごい。このように一躍時代の寵児となった JT リロイ。そして迎えた3作目カタツムリハロルドは2005年に発表された中編小説だったんです。この作品も話題となり、リロイが出版する書籍は軒並み大ヒット。リロイの世界的人気を証明するような作品となったんです。しかしそんな人気絶頂の最中、衝撃的記事が世間に公開されます。そしてこの記事によってこのカタツムリハロルドがリロイの最後の作品となってしまうんです。人気絶頂なのに最後の作品ってどういうこと？このねアルゴメトリーもね、この動画を、最後にもっと頑張りますでしょうね。一躍大スターとなった天才小説家 JT リロイ。ある出来事がきっかけで彼の小説は二度と出版されなくなるんです。 JT リロイ事件の真実。
3作目も話題となり、リロイが出版する書籍は軒並み大ヒット。この頃のリロイは回顧録や詩小説のブームの火付け役になっただけではなく、各国でファッション誌の表紙を飾るなど、すでに文芸界を超えて同時代のサブカルチャーのアイコンとも言えるようなスターになっていったんです。しかしね、世界的スターになったこのリロイの状況がある一記事、たった一記事で一変するんです。2006年1月、ニューヨークタイムズに JT リロイに関するある衝撃の記事が掲載されました。その記事の内容とは、 JT リロイは実在しない。いや嘘でしょ。そもそもね、2005年の時点でニューヨークマガジンのとある記者が発表した誰が本当の JT リロイなのかという記事のせいで、このリロイのね存在自体が結構疑問視され始めていたんです。そして1年後の2006年のニューヨークタイムズの記事で JT 理論にまつわるさまざまな嘘が暴露され始めるんです。まず誰もが騙された感動の小説を書いた正体は誰だったのでしょうか。それはリロイと言われる金髪の少年の隣にいつもいた女性スピーディーだったんです。そう、彼女実はローラ・アルバートという小説家だったんです。ではもう一つ気になる点、あの金髪にサングラスの JT リロイとして出ていた美少年は一体誰だったのか。このリロイ役の少年の正体はサバンナ・ジェフリーという女性だったんです。男性ですらないのね。サバンナが女性であることを少しでも隠すため、シャイという設定でカツラやサングラスを着用させていたんです。そして彼女のお目付け役として常に小説家ローラがそばにいることになったんです。そしてこのローラとサバンナももちろんただの赤の他人ではないんです。この2人をつなぐもう一人の人物がいるんです。そしてこの人物こそ全てを計画した真の黒幕だったんです。それが小説家ローラの夫であり、サバンナの兄ジェフリー。この男こそローラの小説を売るために JT リロイという人物を作り上げ、妹のサバンナにリロイ役をやらせるなど全ての計画をした男だったんです。一体彼はどんな経緯でリロイを作り上げることになったんでしょうか。この嘘が生まれた背景には、架空の少年リロイが作家としてデビューした時代が大きく関係していました。リロイが作家としてデビューした2000年代の初めは創作ではないリアルで生々しい現実が求められている時代だったんです。華やかなハリウッドの大作とは一線を画すような身近なリアルを描いたインディー映画が台頭してきていたんです。そしてその流行は映画だけではなく小説の世界にも。その時代の流れを受け、小説家だったローラはフィクションとして悲惨な過去を持つリロイという少年を作り上げ、同性愛をテーマにした小説を書き上げました。そしてその小説を出版社に売り込もうとしていた時、夫のジェフリーがある提案をするんです。それが小説の中の存在だった JT リロイをこの現実世界にも作り出すこと。ローラの小説を少年 JT リロイの実体験を元にした小説に見せかけることで、時代の流行にマッチした小説になると考えた結果だったんです。この結果ジェフリーの作戦は成功。出版社はローラの小説を売り出すことを決定するんです。しかし自伝的小説である以上、出版社との打ち合わせの場に本人の出席を編集者から求められてしまった時でした。悩んだ結果、2人は衝撃の決断をするんです。それが影武者を雇うこと。出版の打ち合わせには代役の少年を雇って出席させ、ローラ自身は彼の保護者という設定で同席しました。そしてこの時、全世界を騙すことになる小さな嘘が生まれた瞬間だったんです。そしてこの結果、ようやく処女作の出版にこぎつけることになります。夫ジェフリーの目論見通り、いや目論見以上に作品は世界的大ヒット。それに伴い取材の要望が増え、ここでついにジェフリーの妹であるサバンナを正式な影武者として仕立て上げ、公の場に登場させることにしたんです。そしてだんだんと嘘が大きくなっていって引き下がれなくなっていくんです。お前の存在みたいな。そして妹サバンナ扮するリロイはジェフリーとローラの予想以上にその見た目が受け、美少年小説家として世界的な活躍を見せていったんです。そんなさなか、記事によってついに嘘が暴かれました。暴露記事が掲載された翌2007年、ローラは JT リロイの名で映画化契約を交わしたサラ・神に背いた少年の映画会社から訴えられてしまいます。その裁判の結果、映画会社へ11万6500ドルの賠償金の支払いを命じられることになったんです。これ日本円でいくら1200万から1300万ぐらいじゃないですかね。うまい棒が120万本買えます。全世界が騙された JT リロイ事件はこうして収束しました。しかし全てが嘘かと思われたこの事件、実はその裏には当時明かされることのなかったある一人の少女の壮絶な過去が隠されていたんです。壮絶な過去って何？多分昔の俺みたいにエロ本を隠してたんですか、思春期マシ世間を騒がせた架空の小説家 JT リロイはなぜ生まれたのでしょうか。少女の思い。
世界中を騙したリロイの小説なんですが、心を揺さぶるストーリーであったことに変わりはありません。小説を書いた張本人であるローラはそんな感動するストーリーを空想で書き切ったのでしょうか。実は少年 JT リロイが生まれた裏には作者であるローラの複雑な家庭環境が隠されていたんです。ある意味実話だったってことよね。まあだからなんかリアリティがあったのかもしれないですね。ローラはにまみれた幼少期を過ごしていました。幼い頃にを受けていた経験から一時は自分を恥じ他人からは自分が見えていない、自身が存在すらしていないのではないかと感じることもあったといいます。そんな過酷な幼少期を過ごしたローラは次第に精神のバランスを崩し自分でいることができなくなっていたんです。ローラは過酷な幼少期を乗り越える方法として夜中に自宅を抜け出してホットラインに電話をすることもあったそうなんです。電話をする際は自分が苦しい状況にいることをどうしても受け入れられず別の人格を作って話していたんです。その後カウンセリングの一環として文章も書くことになるんですが、その際も電話の時と同様別の人格で文章を書いていたんです。もうお気づきでしょうか。そう、その文章を書いていた人格こそが JT リロイだったんです。切な。うっすお前のリアクション。JT リロイの人格を使って書いたらたまたまいい作品ができてそれを人に読んでもらいたくなったというのがこの JT リロイ事件の真相だったんです。20世紀最大の文逆スキャンダルとも言われるこの JT リロイ事件は詐欺によくあるお金や名声目当てで生まれたわけではなかったんです。それは過酷な環境に生まれた一人の少女が自分を守るために生み出した架空の存在だったんです。実はローラは現在でも執筆活動を続けています。たとえリロイが偽りだったとしても実際に勇気づけられている人は多く、人々を魅了する作品を執筆したローラの作家としての力量は本物だったんです。チャンネル登録と高評価よろしくね。